もし今月中に1000万の売り上げを出したら、君と結婚してあげてもいいわよ。俺にそう言ってきたのは、社内で一番美人の課長だ。課長はかなりモテる女性で、男性はみんな自分のことが好きだと思い込んでいる。しかし、俺は課長に、というか、他人に対してあまり興味がないので、それがご褒美だと思っているなら、とんだ見当違いだ。しかし、うちの会社、どうなっちゃうんだろう。業績不振に陥っている我が社の行く末を案じているのは、俺が指導している新入社員だ。彼女をこれ以上不安にさせるのは、教育係として忍びない。仕方ない。この3日後、社員全員が俺に驚きの表情を向けてきた。俺の名前は中原健太。昔から勉強だけはできた俺は当たり前のように東大へ進学した。大学卒業後に入社した会社では自分で言うのもなんだけどかなり有能な社員だったと思う。同期の中で一番功績を上げて一気に昇進コースに乗った。そんな俺に対して嫉妬する連中も多く嫌がらせをされたり陰口を言われていたけれど、気にすんなよ。お前の才能が妬ましいだけなんだ。そうそう。健太くんは自分の信じる道を突き進めばいいのよ。馴染みの飲み屋で俺を励ましてくれたのは、同期で一番仲のいい公平と、社内恋愛で交際している香織だ。二人が俺を支えてくれているおかげで、周りから嫌われてもやめずに済んでいた。ところが、ごめん、健太。私、公平と付き合うから。仕事ばっかりで香織に構ってやらなかったお前も悪いんだぞ。ある日、二人の浮気が発覚した。昇進をかけた大きな仕事で忙しくしている間に、二人は俺に隠れて付き合っていたのだ。もう誰も信じられない。この事実にショックを受けた俺は心身を壊してしまう。今までの激務や周りからの陰口や嫌がらせもストレスになっていたのだろう。生活もままならなくなり、地元に戻ることを選択。実家の両親の世話になって何とか回復すると、父の知り合いが経営している会社に就職させてもらえることになった。君が前働いていた会社と比べれば小さいけれど、雰囲気はいいよ。社長はそう言って笑顔で俺を受け入れてくれた。確かにこの会社の規模はそこまで大きくない。だけど社員同士の雰囲気はとても良かった。君が中途採用の東大卒？仕事ができそうには見えないけどね。配属された営業部の課長、西村さんは綺麗な顔をしかめてそう言った。問題があるとすればこの人くらいだろう。西村さんはとても美人で、昔はちょっとだけ芸能界にいたこともあるとか。しかし夢は叶わず、俺と同じように地元に戻ってきて、この会社で働いているとのこと。確かに美人なのだが、西村さんは少々自意識過剰なところがあり、社内の男性は全員自分に好意を持っていると思い込んでいる。だけど、俺はかなり痛い裏切りをされたばかりで、女性どころか他人に興味が湧かない状態だ。西村さんは自分に対して興味がないという態度の俺が気に入らないらしい。何かと俺に突っかかるようになり、ちょこちょこ嫌がらせをしてくるようになった。大丈夫かい？平気です。周りの人たちが心配してくれるけれど、前の会社で受けていた嫌がらせに比べれば、西村さんのそれは子供のいたずらレベルだ。彼女の嫌がらせをスルーしつつ、この会社では無能を演じている俺は、毎日無気力に仕事に取り組んでいた。そして、俺が入社してから1年以上の月日が経過。4月に入り、新卒が1人入ってくることになった。ここ数年は新卒を取っていなかったので、社内では早くも話題になっている。はじめまして、伊沢まりかです。よろしくお願いします。
伊沢さんは深々と頭を下げてきた。元気だし礼儀正しいし、いい子そうだ。はじめまして、俺は君の教育係の中原だ。まあ気楽にしてよ。無能を演じているおかげか、俺にはあまり大きな仕事が回ってこない。なので、社内で最も暇な俺が伊沢さんの教育係に指名された。私、母子家庭なんです。母は私を育てるために一生懸命働き続けて、母に楽をさせてやりたいんです。一生懸命仕事をして稼いで母に楽をさせてやるのが私の目標です。1ヶ月が経った頃、新卒歓迎会の飲み会で彼女が俺にそんなことを教えてくれた。教育係として彼女に付きっきりということもあり、彼女は俺に一番懐いてくれているようだ。こうして身の上話をしてくれる程度には距離が縮まった。羨ましいね。そういう目標があるっていうのは。ついポロリと本音が出てしまう。今の俺は無気力で何にも目標がない。ただ毎日を惰性で生きているだけだ。しかし伊沢さんは、私は先輩の方が羨ましいですよ。え、俺？だって先輩、めちゃくちゃ仕事できるじゃないですか。まあ、普段はやる気がないみたいですけど。一応これでも前の会社では期待の新人と言われていた。今は意識して仕事をセーブしているのだが、どうやら彼女は俺の本性に薄々気づいているらしい。よく周りを見ている子だなぁと感心した。伊沢さんならきっと昇進できるよ。本当ですか？じゃあもっと頑張らないと。やる気満々の後輩に俺は思わず苦笑いをこぼした。そんなある日のこと。やばいわね、この業績。創設以来最悪の数字よ。西村さんがため息混じりにつぶやいた。今朝、社長から全社員へ通達されたのは、今期の我が社の業績だ。その内容はひどいもので、前年度と比べてかなり落ち込んでいる。何か大きな問題が起こったというわけではなく、全国的な不況や海外情勢の悪化、社内の細々とした問題など、いろいろな要因が組み合わさった結果だ。しかし、このままこの業績が続けば、会社はどんどん悪い方へ向かっていく。最悪の場合、倒産だってあり得るだろう。なんとか業績を回復させないと。でも、今のうちの営業部の実力じゃね。西村さんは大きなため息を吐く。彼女の言葉に営業部の面々は複雑そうな表情を見せた。確かにうちの営業部にはキラリと光るエースがいるというわけではない。だけどみんな必死に仕事に取り組んでいるし、決して無能というわけではないだろう。お荷物もいることだしね。西村さんが俺と伊沢さんを見て、はっと鼻で笑った。俺はともかく、まだ新人の伊沢さんが戦力としてカウントできないのは仕方ないだろう。ここ最近、西村さんは伊沢さんによく絡むようになった。若くて可愛くて元気いっぱいの伊沢さんは、社内の男性から密かな人気を集めている。西村さんはそれが気に入らないらしい。そうですね。西村さんの言う通り、俺は営業部のお荷物です。ですが、これからは一生懸命頑張りますので。俺がさりげなく伊沢さんをかばう発言をすると、西村さんがムッとした表情を見せる。君ってば本当、なんで採用されたのかわからないくらいの無能だわ。でも、そうね。もし今月中に1000万の売り上げを出したら、ご褒美に君と結婚してあげてもいいわよ。西村さんは冗談交じりにそう言い放ってきた。俺は西村さんには興味がないのだが、自分に好意を持っていない男はいないと彼女は思っている。彼女との結婚がものすごいご褒美になると思い込んでいるようだ。いや、俺は。そう言いかけたとき、俺の隣で不安げな顔をしている伊沢さんの姿が目に入ってきた。
うちの会社、どうなっちゃうんだろう。伊沢さんはこの会社で頑張って働いて母親に恩返しをしたいと言っていた。まあ、できる限り頑張りますよ。気づいたらそんなことを言っていた。後輩のために一肌脱いでもいいかもしれないな。俺は深く息を吐くと、とあるメモ帳を取り出した。それから3日後、俺の目の前にいるのは驚きの表情を浮かべている部長と西村さん。そして俺の報告を聞いて驚いている営業部の面々だ。今なんて言ったの？西村さんが目を見開いたまま俺に尋ねてくる。ですから1000万の新規契約を持ってきました。西村さんと部長に契約書を見せると、二人は慌てて中身を確認する。本当だわ。西村さんのつぶやきに営業部が一気にざわついた。3日前、俺が見ていたメモ帳に書かれていたのは、この会社と契約してくれそうな会社の一覧だ。我が社の過去の取引実績や他社との関係、相手企業の業績や現在力を入れている部門など、総合的に判断して俺が独自にリストアップしていたのだ。この会社に来てからは無気力なふりをしていたけれど、昔取った絹塚とでも言うのか、ただ無気力なまま過ごしていくのは性に合わなかったようで、チャンスが来たら営業をかけようと事前に色々と準備を進めていたのだ。その結果、俺は見事に1000万の新規契約を勝ち取ってきた。伊沢さん。はい。これなら会社は潰れないよ。先方は継続した取引を望んでいるからね。俺がそう告げると、伊沢さんの顔がみるみるうちに笑顔になっていく。ありがとうございます。そう言って伊沢さんは俺に向かって元気よく頭を下げた。すごいじゃないか、中原くん。早速社内会議だ。上に報告してくるよ。部長も嬉しそうな様子で営業部を飛び出していく。へえ、やるじゃないの。東大卒なのは本当だったみたいね。西村さんがニヤニヤと笑いながら俺に近づいてきた。私と結婚したいからって、ここまで頑張るなんてね。その男気に報いないと。まずは、友達から始めるってことでどうかしら？あ、それについてはお断りさせていただきます。え？俺の反応が意外だったのか、西村さんが間抜けな声を上げる。何言ってるの？私と付き合えるのよ。嬉しくないの？全く嬉しくはありません。俺、あなたとは結婚したくないですし、付き合いたくもないです。バッサリと西村さんの提案を拒否すると、彼女はその場で固まってしまった。あら、自信満々だったのにね。男は全員自分と付き合いたいなんて思ってるなんて、思い上がりも腹立たしいわよ。中原くんのこと、ひも手だとか散々バカにしたくせに、あんな態度で好かれてると思ってたのかしら。クスクスと女性社員を中心に西村さんをバカにする笑い声が漏れた。俺としては最初から西村さんには興味がなかったのだが、彼女の自信満々な態度が気に食わなかった人たちから、ここぞとばかりに非難の声が上がる。それは西村さんの耳にも届いていたようで、彼女の顔が羞恥や怒りで一気に赤くなった。何よ！ドスドスとうるさい足音を立てて自分のデスクに戻る西村さん。その後は居心地悪そうにしつつもおとなしく仕事をしていた。本当にありがとうございます、先輩。いえいえ。さて、これから忙しくなるよ。一緒に頑張ろうね。はい。伊沢さんがニコリと笑顔を浮かべる。その笑顔は俺にとってとても眩しいもので、そして愛おしいと感じるものだった。俺はいつの間にか伊沢さんのことが好きになっていたらしい。西村さんから迫られた時、とっさに思い浮かんだのは伊沢さんの顔だ。
前から彼女のことを好ましいと思っていたけれど、あくまで可愛い後輩だと思っていた。しかし先ほど、ようやく彼女のことが好きだと気づいたのだ。親友だと思っていた男と信頼していた彼女に裏切られた俺だが、そろそろ新しい恋に生きてみるのもいいかもしれない。その後、俺は伊沢さんや周りの人たちと共に仕事を成功させ続けた。来期は昇進確定と言われている。先輩、お疲れ様です。飲みに行きませんか？いいね、行こうか。だけど、昇進より嬉しいのが伊沢さんからのお誘いだ。彼女は教育期間が終わっても、こうしてたびたび俺を食事に誘ってくれる。今度は俺の方から彼女を誘おうと思っているよ。